どうも皆さんこんにちは、レッドです。私はね、散々このシルビアのパーツ取り替えてきました。なぜかって俺の好みじゃないから。前のオーナーさんがつけてたパーツ、僕の好みじゃなかったんですね。しかしね、一点だけこれはね、気に入っているパーツがあります。マフラーです。だからね、後々はマフラー交換とか動画をね、考えてたんですけど、気に入っちゃってるから交換する必要がないので、今後私の動画ではマフラー交換の動画は出ないわけなんですよ。だけど皆さん、よーく私のマフラーを見てください。めちゃくちゃ汚いんですね。HKS のロゴがついてるけど、もう汚れ切っちゃってる。今見てもらったこの汚れてるマフラー、取り付けてる状態で綺麗に磨いてもいいんですけど、やっぱね、作業しにくいので、マフラー自体を取っ払っちゃって、クリーンな状態で磨いていきたいと思います。それではレッツ、スタート。マフラー交換をする予定はないけど、今回はマフラーを外してピッカピカにしちゃいます。まず、車体をジャッキアップしてください。潜っていくと、マフラーの付け根にボルトが2本ついていますので、このボルトを2本外していきます。固着は大丈夫そうですね。この作業スペースがあまりないので、このようにね、ロングのラチェットを用意すると便利です。サイズは 14mm です。ボルトが2本取れたよ。そしてガスケットですね。これでマフラーが外れてて、今このゴムでね、3箇所で止められています。1、2、3箇所。この引っかかってるゴムを取るのがね、大変なんですよ。昔の僕ならね。マフラーを支えてるゴムを取るんですけど、そこで使っていくのがこちら、マフラーハンガープライヤーです。このマフラーハンガープライヤーのこの部分にゴムをピタッと当てて、この棒状のところでグーって押すと簡単にね、取れちゃうわけなんですよ。マフラーハンガープライヤーをセット。そして反対側からグーッと押すだけ。やっべ、超楽勝。やべえ、超楽勝。そしてここで今完全に外してしまうと落ちてくるので、反対側を先に緩めます。これであとは簡単にマフラーが取れちゃいます。これが今回取れたマフラーです。そしてね、当然ながらガスケットがボロボロなので、ジュランの62ファイのマフラーガスケットを用意しております。 NA は62ファイだけど、多分ターボだと80ファイぐらいあるんじゃないのかな。では最初にね、表面の汚れをパーツクリーナーを使って落としていきます。汚れや砂が取れたら、こちらピカール金属用の研磨剤です。こちらの容器をよく振って、クロスに適量つけて、あとは金属をこすっていくだけ。めっちゃ綺麗になってます。ここが磨いたところ、シルバーですが、磨いてないところはね、なんか黄色く酸化したような色になってます。汚ねー。めっちゃ綺麗っす。てな感じでピカールで磨けば綺麗にはなるんですけど、やっぱマフラーを外さないとね、手が届かないところとかもあるわけなんですよ。で、マフラー1本をね、手で磨くのはね、めんどくさいのと、こびりついてるような汚れがありますので、 BS デライトディスク、こちらを使ってね、表面をある程度仕上げちゃいます。次に BS フェルトディスク S。 白棒で磨き終わりました。次にこちら青棒です。
青棒って書いてるくせにこいつ緑なんですね。今ねよーく見ると小傷があるので青棒で仕上げていきます。その時にフェルト生地、こちらはね別のものを用意してください。もう分かりやすいようにね青用ってね印をつけておくと後で使う時に分かりやすいです。次にパーツクリーナーを使って白棒や青棒の残りカスを拭き取ってあげます。であとはねマフラーの接合部分がねちょっと錆がひどいので錆を落として耐熱スプレーをして戻していこうかな。てな感じでパイプのところのね塗装と錆を取りました。もうこことかねさっき錆びまくってました。ホルツの耐熱マフラースプレーですね。マフラー本体に塗料がかからないようにこちらねしっかりマスキングをしてあげましょう。脱脂とマスキングが終わったら拭いていきます。マフラーのパイプ部分の塗装が完全に乾いたので今から車に戻していくわけなんですけど、戻す前にねマフラーをコーティングしたいと思います。シュワロスターのゼロフィニッシュです。耐熱性もあってマフラーにも使えますので今回ねこのゼロフィニッシュでコーティングしていきたいと思います。見てください、このピカピカ具合。前の汚れていた状態が嘘のようです。このようなねロゴが入ってたんですね。そしてマフラーを取り付ける前にガスケット跡がありますのでヘラを使ってカスを取っててあげてください。ブッシュに取り付けることができたら新品のガスケットを取り付けてあげます。回数は合ってるけど横穴がね若干足りないのでちょっとだけここ拡張してきます。ちょっとだけ穴を拡張してきたよ。マフラーが取り付きました。めちゃくちゃ綺麗です。いやピカピカなのはいいっすね。というわけでね地面に下ろして完成しました。もうね今まで汚れすぎてたからもう綺麗な状態見るとやばい新品かって思っちゃいます。また汚れていくんですけどね、マフラーをね取り付けても磨きはできますけど外した方がねもう比較的にやりやすいのでがっつり磨きたい人はぜひマフラーを外して磨いてみてください。今後はね別のマフラーに変えるってことは多分ないと思いますので HKS のマフラーを愛用していきたいと思います。いいセンスだ。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter もやってますのでぜひぜひフォローお願いします。Twitter にはですね動画ではまだ発表してないような、最新情報なども載ってますので、気になる方はぜひお願いします。じゃあねバイバーイ。